はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前に壁掛け扇風機を取り付けたいけどもちょうどいい場所にコンセントがなかったので、既存のコンセントから増設してなんとか設置するっていう動画上げてたんですけども、その時壁の中コンセントを通そうとしていたら壁の中に木があって通せなかったので、裏技みたいな方法で無理やり通したんですね。でちょっと時間の関係上その部分割愛させてもらっていたので、今回その裏技紹介していきたいと思います。でいきなりこの動画にたどり着いた人はわけがわからないと思うので、扇風機を除いた壁コンセント関連のとこですね、その部分を一つにまとめたいと思います。そして今回取り付けに使った部品や使っている工具なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。で裏技と言いつつ別に公式の方法とかでもない単なる思いつきですので、必ずしもこの方法が正しいかは謎です。で扇風機の位置が決まったので次はコンセントですね。使うのはこれパナソニック製のよくホームセンターで売っている増設用のコンセントですね。だいたい扇風機の横ら辺につけると一番距離が短くていいですかね。ではつける場所にテープでマーキングしていきます。マーキングしたら念のためこの周辺になんか変な柱が入ってないか確認しておきます。大丈夫そうですね。でコンセント設置する場所は決まったんですけども、どこから線を持ってくるかと言いますと、この設置したいところの真下にあるコンセント、ここからですね分岐して電源を取りたいと思います。ではもともと壁についているコンセント、これを分解していきたいと思います。はい、これで取り外せるんですけども、でこれ裏を見てみるとですね、線が2本刺さっていて電気が来てるんですけど、その下にまだ2本刺すとこ余ってるんですね。ここに線を刺して新しくつけるコンセントの方に電気を引っ張っていきたいと思います。そうそう言い忘れてましたけども、コンセントいじる前はブレーカーを落としておきましょう。でこのままだと配線通すの結構難しいので、この奥にあるですね黒いコンセントボックス、これも一旦外しておきたいと思います。これでですねコンセントボックスをちょっとずらしておくと、上にスペースが生まれて作業がしやすくなります。でこの下地が何もない場所にどうやってコンセントボックス取り付けるのかと言いますと、使うのはこれ稲葉電機産業のスゴワクっていう製品ですね。でどういう仕組みかと言いますと、いい感じの穴を開けてこいつを裏に通してですね、これでコンセントボックスを押さえてやろうっていうような寸法です。でまずはこの製品指定の大きさの穴を開けます。縦が 95mm 横が 54mm を穴を開けろっていう風になってますので、これから開けていきたいと思います。まずは寸法を測って目印になるようにテープを貼っておきます。で次は早速穴を開けていくんですけども、これどうやってやるのかと言いますと、普通にカッターで切ることできます。で石膏ボード柔らかいんでですね、カッターで何回もゴリゴリやってるといつか切れます。これでいい感じに貫通しましたかね。ただカッターだとどうしても端っこがですね綺麗に切れないことあるので、この100均で買ってきたカッター型のちっちゃいノコギリ、これ使ってですね角っちょちゃんと切りたいと思います。
はい、これで角もしっかり奥まで切ることできましたね。しかしこの作業めんどくさいな。というわけで便利な道具ないかと思って探してみたら、ありました。これマルチツールっていう工具なんですけども、この丸いとこがですね、微妙に往復運動するようになってます。でここにいろんな工具を付け替えていろんな作業に対応できるっていうやつですね。で今回はまっすぐに切りたいので、このノコギリ形状になったツールを取り付けます。真ん中の穴にシャフトを通して、はい、この奥のレバーをですねガチャコンとやると、はい、これで取り付け完了です。では電源を入れてみますと、はい、ちょっとカメラじゃ分かんないですけど、左右に細かく振動しているのが分かりますかね。これで壁を切っていきたいと思います。では電源を入れて、はい、ちょっとずつ壁に近づけていきますと、はい、ほとんど抵抗なくスルッと入っていきますね。お、これは楽ちんだ。はい、ちょっと角の部分のコントロールが難しいですけども、こんな感じでちょっと微妙に調整すると、はい、これでもう1本線カット終わりましたね。ではこの調子で他のところもカットしていきます。はい、これで4箇所切り終わったのでポコッと外せるはずですけども、よいしょと、はいはい、奥まで綺麗に切れてますね。というわけで指定サイズの穴が開きました。はい、では上に開けた穴から壁の中を配線通していきます。使うのは 1.6mm×2 芯の VVF ケーブルです。で今回真下に通すだけなので、こうやってスルスルスルってやっていけば下まで入るはずなんですけども、はいはい、ちゃんと入っていきますね。あれ、こっから先入らなくなっちゃったな。すげえ嫌な予感がする。ちょっと試しに壁の上から下に向かってですね、下地センサーでチェックしてみたいと思うんですけども、ここなんか反応してる。いやー、なんか木が入ってるなここで。建築中の写真引っ張り出してきてみると、なんかところどころこんな感じで横に棒が入ってる箇所があるんですよね。いやー、やられたっていうか、最初に全部ルート確認してなかった私が悪いんですけどね。では壁の中もう少し詳細に確認するんですけど、使うのはこれ、超強力なネオジウム磁石です。で普通の石膏ボードくらいの厚さだったら、この磁石でくっつけて壁の内側動かすことできます。ではこの磁石に紐をテープで固定して、そして固定した磁石を中に入れて表側からマグネットをつけますと、はい、こんな感じでですね、ちゃんと磁石が引き合って中の磁石を動かすことができます。で実は真下に移動するときは重力があるので、マグネットなくてもそんなに苦労しないんですけども、斜めとか真横に移動させるときはこの磁石を使うと非常にスムーズに通すことをできます。というわけで木がありそうな怪しいゾーンまで来ましたけども、はい、やっぱりこのテープのとこで磁石の感覚変わって、やっぱり突き当たってますね。はい、じゃあどうやってこの壁の中通すのかと言いますと、一旦この中に木が埋まってるゾーンの壁と壁紙を取り外して、中の木をいい感じに削って、その部分に配線を通して何事もなかったように元に戻すっていう方法を使ってみたいと思います。じゃあまずはですね、壁紙を切り取る範囲を決めます。ここはですね、石膏ボードをカットするよりもちょっと広い範囲を目安に、適当ですね、目印つけておきたいと思います。
はいはい、だいたいこれくらいですかね。で、壁紙を切るんですけど、使うのはこれ。壁紙専用のカッターですね。で、普通のカッターと何が違うのかと言いますと、刃の厚さがですね、めちゃくちゃ薄いです。ちなみに刃の厚さは 0.2mm です。で、なんでこんな薄いカッター使うかと言いますと、太い刃を使うともちろん切り口も太くなっちゃって、後で元に戻した時に隙間が目立っちゃうんですね。というわけで、このペラペラのカッターを使って切っていきます。で、壁紙をカットするときはためらわずに一発で最後までシュッと切るっていうのがポイントですね。途中でためらってるとなんか切り口が変になっちゃったりします。では思い切って縦に一直線にシュッと切って、はい、同じように残りの箇所も切っていきます。はい、これで切り込み入れ終わりましたね。ではついに壁紙剥がすんですけども、使うのはこれ、カミソリの替え刃ですね。テクがある人だとカッターとかでちょちょいってやっちゃうのかもしれないですけど、私はあんまり自信がないので慎重にいきたいと思います。では先ほど切り込みを入れたところの隙間にカミソリの刃を入れて、よいしょっと。はい、これで端っこが剥がれましたかね。ある程度取っかかりができたら指で慎重に剥がしていきます。はいはい、ここまで剥げてくればあとは引っ張るだけですね。はい、引っ張るときにはあんまり思いっきり引っ張ると壁紙伸びちゃうので慎重に引っ張ります。はい、これで石膏ボードの表面が見えてきましたね。はい、じゃあ次は石膏ボードの方をカットしていきたいと思います。で、カットする範囲は壁紙を剥がした範囲のちょっと内側かつ回避したい板の上下ちょいプラスぐらいって感じですね。で、今適当に線を引いたんですけども、木がある場所をもう少し正確に確認しておきます。はい、カットする場所が決まったらまたマルチツール使って切っていきます。はい、これで綺麗にカットできましたかね。ではこれ引っ張ったらそのまま取れるはずなので、よいしょと。もうちょっとで取れるかなと。はいはい、綺麗にパコッと外すことできましたね。で、カットした場所も木が入ってるところの上下に線を通すための隙間が残っているような形で、はい、ちゃんとカットできてますね。これで上の新しいコンセントを装着するところと、はい、ルートがつながりましたね。はい、ではむき出しになったこの木材、ここに配線が通るんですけど、このままでは配線の厚み分入らなくなっちゃうので、ちょうど配線が通る分だけこの木を削っていきたいと思います。で、だいたい幅は配線プラスアルファくらいですかね。ちなみに後で石膏ボードを戻すので、両端にその石膏ボードをねじ止めできる分くらいの余白を残しておかないとダメです。では溝を掘るんですけど、使うのはこれ、ルーターですね。さっきのマルチツールやのみとかでも溝を掘ることできます。ただやっぱり溝を掘るのはこのルーターが一番楽ですかね。はいはい、1カットするとこんな感じで細い溝が掘れました。
ではこれを繰り返して所毛の形状までカットしたいと思います。はい、これでいい感じにカットできましたかね。はい、線を当ててみるといい感じに収まってクリアランスもちゃんとありますね。で、若干木材がトゲトゲしてるので、さっきも使ったマルチツールですね、これの先っちょをヤスリに切り替えてきれいにならしておきたいと思います。はい、これでぼちぼち綺麗になりましたかね。まあ外から見えるとこでもないので、この程度綺麗になってれば個人的には問題ないです。はい、ではルートが完成しましたので配線を通していきたいと思います。で、いきなり配線通すのハードル高いので、先ほどのマグネット付きのタコ糸を先に通しておきます。はい、これで紐の端っこが出てきましたね。では出てきたタコ糸の端っこに通す配線をテープで固定して、タコ糸を上から引っ張ってあげると、はいはい、スルスルと配線が入っていきますね。はい、これで上側配線通りました。では下側も同じ要領で配線を通します。はいはい、配線に変な癖がついてるので横行っちゃいましたけども、そういう場合でも紐を使えば簡単に取り出すことできますね。はい、配線が全て通りましたので、先ほど開けた石膏ボード穴塞いでいきたいと思います。はい、使うのは先ほど切り離したもともとはまっていた石膏ボードのかけらですね。これを元に戻すんですけども、まずは両面テープを使ってここに仮固定しておきます。で、もちろん綺麗にはまるはずなんですけども、よいしょと、これでくっついたかなと。はい、いい感じに元に戻りましたね。ではこれをネジ止めするんですけども、使うのはこれ、石膏ボード用のビスです。ちなみにこいつ1800本入りですけども、使うのは2本です。まずは下穴を開けておきまして、本番のネジ止めをします。でっかいボードを止めるときは下穴なんか開けないんですけども、ちょっと破片がちっちゃいんでですね、ある程度気使っとかないといきなり割れます。では下側もネジ止めしまして、はい、これで結構がっちり石膏ボードつきましたかね。でこのまま壁紙戻すと、この切り口の段差やネジの頭の段差が微妙に壁紙に透けてきちゃいますので、このシール材使って段差を埋めておきたいと思います。はい、だいぶ滑らかになってきましたけども、乾いたらですね、もう1回ぐらいやっときたいと思います。目地補修剤が乾燥したら壁紙戻していきます。で使うのはこれ、壁補修用接着剤壁っこですね。ではこれを適当に塗っていきます。
はい、これである程度均一に塗れましたかね。ではめくっている壁紙を元に戻していくんですけども、ここが今回の DIY の最難関ですね。曲がらないように慎重にローラーで押し付けながら戻していきます。はい、壁紙を戻し終わったら湿ったウエスではみ出た接着剤を拭き取っていきます。はい、はみ出た接着剤拭いたらですね、最後に養生のために貼っておいたこのマスキングテープを剥がしていくんですけども、これ上から剥がすとせっかく貼った壁紙が剥がれちゃうので、下から慎重に剥がしていきます。この最後の1枚を剥がせば、はい、これで完成ですね。まあ見る人がよーく見ればなんとなくわかるんですけども、まあ普通の人がパッと見るくらいではわからない程度になりましたかね。いやー、なかなか時間かかっちゃいましたけども、こういう方法を使えば壁の中に障害物があった場合でもなんとか通すこと可能です。ちなみに壁の中にあったあの木材ですけども、建築会社に確認したところ、強度とは全く関係ない部材なので丸ごとカットしても全然問題ないっていうことでした。ちょっとダメ押しでローラーでコロコロしときますかね。はい、というわけでいろいろありましたけども、上から落としてきたケーブルが下から出てきました。はい、では上側の新しいコンセント取り付けていきたいと思います。まずはこのスゴ枠の中に線を通して、それからこのスゴ枠を壁に開けた穴の中に上から順番に挿入していきます。はい、これで綺麗に収まりましたね。で、下側にですね出っ張りがついていて、これが突っ張ってですね下に落ちないようになっていて、でこの左右のビヨーンって伸びてるやつですね、これで壁に突っ張って現状落ちないようになってます。ではケーブルを適度な長さに向いて、でこのコンセントの裏にどこまで向いていいかっていう目安のへこみがありますので、ここで長さを確認して、その長さで向けば、はい、これで OK ですね。そして取り付ける方のコンセントをばらしまして、一旦このコンセントの部分だけにします。そして裏側に穴が開いてるので、ここに線を刺すんですけども、 W って書いてる方が白、これ色必ず間違わないように刺さないとダメです。そしてもう一方の空いてる方に黒、これを刺せば、はい、これで接続完了ですね。あとは付属のネジでこのコンセントをスゴ枠くんに取り付ければ、はい、これで固定完了ですね。この状態になるともうスゴ枠くん勝手に落ちたりとかすることないので、このいらなくなった両脇の部分をニッパーで切り取ります。はい、これで余計なものもなくなってすっきりしましたね。あとは付属の枠部品を戻していきます。はい、これで上側のコンセントの取り付けは完了しましたね。で、次は既存コンセント、下側のコンセントへの接続なんですけども、はい、これもやることは上側と同じですね。適度な長さに配線を向いて、
心線も向いて、白い線を W の方に刺して、黒い線を残りの方に刺しますと、はい、これで配線の接続自体は完了です。で、こっちは配線通しやすくするためにコンセントボックス大元からついていたやつを一旦外してますので、これを元に戻していきます。はい、これで大元のコンセントボックス元に戻りましたね。あとはバラした時と逆の手順で取り付けていきます。はい、これを取り付ければ、元通りになりましたね。では安全確認をしてブレーカーをオンにします。はい、というわけでいろいろやってきたんですけども、下のコンセントから上のコンセントに壁の中を配線通して増設することできましたね。無事に壁掛け扇風機も動いてます。で、今回壁の中に木材があったので結構苦労しましたけども、本来壁の中通すだけだったら結構簡単に作業できます。で、壁の中に木材がある場合でもこういった裏技を使うとなんとか作業することはできますね。ただこれがベストな方法かは謎ですので、真似する場合は自己責任でお願いします。あともちろんこの作業壁の中の配線いじりますので、やる場合は電気工事士の資格が必要です。あ、そういえば全く作りが同じ下のこの部屋もやらないといけなかったんだな。頑張ろう。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではこっちチャンネル GT ワークでした。